数年前、テスラと BYD に注目が集まっていた頃、トヨタのエンジニアたちは水面下でひっそりと開発を進めていました。そして今、その同じ開発が EV 業界全体を揺るがそうとしています。それは、トヨタのモーター技術、ブルー E ネクサス E アクスルです。ただのモーターだと思うかもしれませんが、実はこの技術は EV 市場の常識を覆す可能性があります。他社がバッテリーと航続距離にのみ注力していた頃、トヨタはパワー、効率、そして信頼性の高い性能、この3つを融合させた極秘プロジェクトに取り組んでいました。ブルー E ネクサス E アクスルが EV モーターの秘密兵器と呼ばれるゆえんです。問題は、トヨタがこのモーターにどのような特別な技術を投入し、今日でも EV 市場で話題を呼んでいるのか、そしてこの技術はテスラや BYD のような大企業と競争できるのか、ということです。この動画では、その秘密を明かしますが、最後まできっと興味を持っていただけるはずです。したがって、動画をさらにご覧になる前に、チャンネル登録をして、このような動画をいち早くご覧になることをお勧めします。みんなの目がテスラや BYD といったブランドに集まっている間、トヨタはゆっくりと一歩引いて、その動きについて考えました。しかし、新しい青い ネクサス E アクスルモーターの真の威力に触れる前に、まず知っておくことが重要です。トヨタの本当の市場ポジションはどこにあるのでしょうか。そして、どのようにしてガソリンから EV に移行しなければならなかったのでしょうか。2024年、トヨタは世界中で約 1.08 万台の自動車を販売しました。EV セグメント全体はこのうち約 0.5% に過ぎません。つまり、約14万台の電気自動車です。この数字は少しがっかりするかもしれませんが、これはほんの始まりに過ぎないことを理解してください。一方、トヨタのハイブリッドモデルは好調で、世界での販売台数は 21% 増加しました。米国のような主要市場では、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、BEV のシェアが 44% に達し、トヨタの戦略的インテリジェントアプローチを反映している。トヨタも同様のアプローチをとっていた。ガソリンエンジンをすぐに放棄してすべて EV に飛びつくのではなく、ハイブリッド車が橋渡しとして最も効果的だと考えたのだ。だからこそ、プリウスなどの車は長らく同社の主力車であり続けたのだ。そして彼らは大きな目標を設定した。2030年までに30のモデル、年間350万台の EV を販売するという。しかし現在、この目標は2026年に約80万台に少し延期されている。しかし、それはトヨタが後退しているという意味ではない。彼らはこの方向へゆっくりだが確実に歩んでいる。実際、トヨタは現在、2027年までに EV モデルの数を15に増やし、年間100万台の EV を生産する計画だ。これは、トヨタがハイブリッドから電気へと万全の準備を整えて、かつインテリジェントに移行しつつあることを意味している。ブルー E ネクサス E アクルとは、EV レースでトヨタを再び話題にしている技術についてお話しましょう。ブルー E ネクサス E アクル。名前からすると単純なモーターのように見えますが、実際には単なるモーターではなく、完全な駆動システムです。簡単に言えば、E クルは電気自動車の走行に必要なすべてを詰め込んだオールインワンのパワーユニットです。他社がモーター、インバーター、ギアボックスを個別に設計、搭載するのに対し、トヨタはこの E アクルにこれら3つすべてをコンパクトなパッケージにまとめました。これにより、車両の軽量化、小スペース化、そしてパフォーマンスの向上が実現しました。それでは、その各部を見てみましょう。まずモーター。これはバッテリーから得た電気を使って車輪を回転させる部品です。しかし、このモーターは普通のモーターではありません。少ない電力でより多くのパワーを得られるよう、高効率性能を発揮するように特別に設計されています。次にインバーターです。バッテリーから供給される電流は直流 DC なので、いわば頭脳のようなものと考えることができます。しかし、モーターが動作するには交流電流が必要です。インバーターの役割は、
その電流を適切な方法で変換し、モーターに供給することです。このインバーターは電力を制御し、車両の速度と滑らかさを決定します。三つ目の部分はギアボックスです。これは、モーターからの出力を適切な割合で車輪に伝達するシステムです。ギアボックスがなければ、モーターがどれだけ大きなパワーを発揮しても、その恩恵は車輪に届きません。ブルーイーネクサス E アクルの最大の特徴は、そのコンパクトで軽量な設計です。以前は、これら3つの部品を個別に取り付ける必要があり、多くのスペースを占めていましたが、E アクルはこれらすべてを統合し、あらゆる EV に簡単に取り付けられるほど小型化しました。その利点はデザインだけでなく、車の性能とバッテリーの効率にも現れています。車が軽いほどバッテリーへの負荷が少なくなり、これは直接的に航続距離の延長につながります。トヨタとブルーイーネクサスは、様々な出力レベルでこれを製造しています。つまり、小型車から SUV まで、あらゆるセグメントに異なるバージョンがあるということです。これが、この技術が多用途である理由です。さらに、この E アクスルの冷却システムも進化しており、高速走行や長距離走行時にモーターが過熱することなく、スムーズなパフォーマンスを提供し続けます。ブルーイーネクサス E アクスルは、モーターが電力を供給するパックです。インバーターが頭脳のように制御し、ギアボックスがその電力を車輪に適切に伝達します。これが単なるモーターではなく、完全な駆動システムと呼ばれる理由です。そして、これはトヨタの賢明な動きであり、EV 業界で大きなプレイヤーになる可能性を秘めています。これもまた、技術の秘密です。では、トヨタのこの特別な技術の秘密を深く理解しましょう。ブルーイーネクサス E アクスルはどのように機能し、なぜ EV 界の秘密兵器と呼ばれているのでしょうか。簡単に言えば、この技術は3つの大きな要素に基づいています。コンパクトな設計、高効率、そして高度な冷却システムです。これら3つが組み合わさることで、他のモーターとは一線を画し、より少ないスペースで車両により多くのパワーを与えるのに役立ちます。まず、コンパクトな設計についてお話しましょう。これまで、ほとんどの EV メーカーはモーター、インバーター、ギアボックスを別々に搭載していました。これはスペースを占有するだけでなく、車両の重量も増加させていました。しかし、トヨタとブルーイーネクサスは状況を一変させました。3つの部品を1つのパッケージにまとめ、あらゆる車両に容易に搭載できるほど小型化したのです。これは、エンジニアが多くのスペースを必要としないことを意味します。また、設計者は車内にバッテリーなどの部品を配置するためのスペースをより多く確保できます。だからこそ、トヨタの新型 EV はより軽量で、より広く、より柔軟なデザインを実現しているのです。さて、高効率についてお話しましょう。EV の最大の課題は、バッテリーから供給される電力をいかに賢く利用するかという点でした。電力を多く使用すると航続距離が短くなり、何度も充電しなければならなくなります。しかし、E クルの魔法は、モーターとインバーターの組み合わせから非常に賢く電力を利用することです。インバーターは電流を調整するだけでなく、モーターがより少ない電力でもより高い出力を発揮できるように電力を制御します。その結果、車両のバッテリーの寿命が長くなり、走行距離も自然に伸びます。これが、トヨタが E アクスル搭載車は同じバッテリー容量の他社製 EV よりも長距離を走行できると主張する理由です。3つ目、そして最も重要な点は冷却システムです。通常、モーターとインバーターが連続運転すると熱が発生します。冷却システムが不十分だと、モーターが過熱し、性能が低下し、途中で車両に問題が発生する可能性があります。しかし、E アクスルの冷却システムは非常に先進的で、継続的に熱を除去します。その利点は2つあります。一つは、モーターが長時間スムーズに動作し続けること、もう一つは、高速走行や丘陵地帯などの厳しい状況でも車両が問題なく動作し続けることです。これが、
トヨタがこの技術を信頼できると呼ぶ理由です。さて、車内のスペースが節約され、バッテリーが長持ちし、モーターが加熱されないことを想像してみてください。そうすれば、運転体験はどれほど良くなるでしょうか。これこそがいいアクスルの真の秘密です。より少ないスペースでより多くのパワー。そして、パワーとはスピードだけでなく、すべてのドライバーが望むスムーズな走りも意味します。トヨタはこの E アクスルを様々な出力レベルで設計しました。つまり、この技術は小型車から大型 SUV、さらにはハイブリッドトラックまで幅広く使用できるということです。この汎用性が他のモーター技術とは異なる点です。テスラが車両ごとに異なるモーターを製造し、BYD がバッテリー技術に注力しているのに対し、トヨタはあらゆるタイプの車両に適合するシステムを開発しました。これのもう一つの大きな利点は、顧客コストです。すべてが一つのユニットにまとめられることで、製造コストが削減されます。これは、将来的にトヨタの EVS のコストも抑えられることを意味し、市場における魅力を高めることになるでしょう。ある EV メーカーが、モーター、ギアボックス、インバーターが車両内でそれぞれ独立していると主張し、別のメーカーが、これら3つすべてが車両内に統合され、より効率的であると主張したと想像してみてください。あなたはどちらを選びますか？明らかに、ほとんどの人はトヨタのこの新しい技術、パワーとパフォーマンスに惹かれるでしょう。それでは、すべての車愛好家の心を躍らせる部分、つまりパワーとパフォーマンスについて話しましょう。結局のところ、人々が電気自動車を好きになるのは、快適な走りだけでなく、力強さも感じられる時だけです。そして、まさにここでトヨタのブルー E ネクサス E アクスルが真の力を発揮します。まず、出力とトルクの仕組みを理解しましょう。EV の最大の特徴は、アクセルを踏むとすぐにモーターが最大トルクを発揮することです。つまり、車は瞬時に走り出します。中間の遅延やギアチェンジの問題はありません。ブルー E ネクサス E アクスルは、モーターとインバーターが非常に精密に調整されているため、バッテリーからの電力が無駄なく直接車輪に伝わるため、この車をさらに特別なものにしています。これの利点は、車の加速がスムーズかつ速いことです。トヨタによると、このシステムは小型車から SUV まで、あらゆる車に十分なトルクを提供し、市街地での運転を楽しくし、高速道路での高速走行でも自信を保つことができるとのことです。さて、加速について見ていきましょう。テスラ車がわずか数秒で時速0キロから100キロに達するという話はよく耳にしたことがあるでしょう。トヨタは E アクスルを瞬時に加速できる設計にしました。ペダルを踏んだ瞬間、風のように車が動き出すのを想像してみてください。この感覚こそが EV を運転する真の喜びです。E アクスルがあれば、大型 SUV やハイブリッドトラックでも遅延なく走り出すことができます。そして、これはスピードのためだけでなく、運転への自信を高めるためのものです。車が瞬時に反応すれば、運転の楽しさは倍増します。しかし、スピードだけでは十分ではありません。人々は EV に、長距離走行でも安定したパフォーマンスを求めています。ここが、トヨタのこのシステムが他社と異なる点です。E アクスルの効率は非常に高く、バッテリーのあらゆる部分が最適に活用されます。その結果、車両の航続距離が長くなります。つまり、充電ステーションに何度も立ち寄る必要がなくなるのです。さらに、高速道路で数時間連続走行しても、高度な冷却システムを備えているため、モーターが過熱することはありません。つまり、長距離走行でも、停車と短距離走行を繰り返す場合でも、スムーズで信頼性の高いパフォーマンスが維持されるということです。もう一つ興味深いのは、青い E ネクサス E アクルが複数の出力レベルで作られていることです。これは小型ファミリーカーと SUV やクロスオーバーのような大型車とで異なるチューニングが施されていることを意味します。そのため、日常的な運転でも長距離ドライブでも、
あらゆる状況で車はバランスよく感じられるでしょう。多くの専門家は、これがトヨタの傑作だと言います。彼らは単に速い車だけでなく、信頼性と耐久性に優れた車を作ったのです。自動車会社が、自社の車が速いだけでなく、何年も故障なく走行すると保証したらどうなるでしょうか。顧客はどちらを選ぶでしょうか。テスラや BYD のような企業は、速度と航続距離に重点を置いています。しかし、トヨタは常に信頼性と耐久性に優れた製品を提供してきました。e-Acru は EV の世界で同じ伝統を継承しています。それはバッテリーと効率の駆け引きです。さて、すべての EV 購入者にとって最大の疑問であるバッテリーと効率の駆け引きについて考えてみましょう。結局のところ、電気自動車で最も重要なのはバッテリーとその航続距離です。車がパワフルでも何度も充電しなければ楽しさが損なわれるとしたら、想像してみてください。トヨタの青い e-Nexus e-Axleテクノロジーは、まさにその進化を発揮します。まず、このモーターがどのようにバッテリーエネルギーの利用を最適化するかを理解しましょう。通常、EVS ではバッテリーからの電流はモーターに直接送られますが、その多くのエネルギーが無駄になります。しかし、e-Axleのインバーターは、電流を DC から AC に変換するだけでなく、モーターに必要な電力だけを常に供給します。つまり、無駄な電力の浪費がありません。これにより、小さなバッテリーでもより長い距離を走行できます。これは次のように理解できます。タンクに水が満杯で、蛇口が開いているとします。水の流れが適切に制御されていない場合、水はすぐに尽きてしまいます。しかし、必要に応じて流量が制御されていれば、同じ水が長持ちします。e-Axleはバッテリーのエネルギーを使って同じことを行います。では、なぜこのモーターが車両の航続距離を伸ばすことができるのか、という疑問に答えましょう。モーターが小型軽量であるため、車両の総重量も軽減されます。軽量化によりバッテリーの負担が軽減され、長距離走行が容易になります。さらに、高効率設計により、他社製品と比較して1回の充電でより長い距離を走行できます。これが、トヨタが e-Acru技術を搭載した車両が、理論上だけでなく実世界でも信頼性の高い航続距離を顧客に提供すると主張する理由です。次に、実用性についてお話ししましょう。トヨタは、この e-Acruを多くの電気自動車やハイブリッド車に搭載しています。例えば、トヨタ発の電気 SUV 専用車であるトヨタ BZ4X は、この e-Acruを採用しています。前後輪駆動システムを搭載し、四輪駆動を楽しむことができます。さらに、レクサス RZ などのレクサス電気自動車にも同様のシステムが採用されています。さらに、トヨタはハイブリッドモデルにもこの技術を活用し、ガソリンと電気の両方のバランスを向上させています。さて、これらの車両の実際の走行性能と運転体験はどうなのでしょうか。初期報告やドライバーの証言によると、e-Axle搭載車は非常にスムーズに走行する。加速は速いが、ギクシャクとした動きはなく、バッテリーの消耗も予想よりも少ない。最大の特徴は、長距離走行でもモーターが途切れることなく動作を続け、発熱や騒音も発生しないことだ。ハイブリッド車やガソリン車を運転した経験のある人も、このシステムは自然で信頼できると感じている。運転の楽しさはそのままに、航続距離の不安もない。ブルー e-Nexus e-Axleの魅力は、バッテリーの電力を無駄にせず、ドライバーが安心して長距離走行できることだ。すでに多くのトヨタの EV やハイブリッド車に搭載されているため、その信頼性はさらに高まっている。だからこそ、人々はこれを単なる技術革新ではなく、EV 業界におけるトヨタの真のカムバックと捉えているのだ。テスラと BYD への脅威。さて、真の競争が始まる部分に移ろう。テスラと BYD への脅威。現在、世界の EV 業界では2大プレイヤーが最前線に立っている。高性能と先進技術で知られるテスラ。そして、
低価格で量販可能な EV でアジアやヨーロッパで旋風を巻き起こした BYD。ここで疑問が生じてくるのは、トヨタはこの2大巨頭の間でどのような立ち位置を占めるのか、そしてブルーネクサス E アクルは両者に直接挑戦できるのか、という点です。まずはテスラについて。テスラは、常にその車両の高速性、優れた加速性能、そして先進的なソフトウェアで知られています。モデル S、モデル3、モデル Y など。これらの車両の特徴は、素早く加速し、長距離をノンストップで走行できることです。しかし、テスラには大きな問題があります。同社の車両は依然としてプレミアムセグメントに属しているため、一般の顧客にとっては価格が小躍りじ高すぎるのです。ここでトヨタは戦略を